めにも使えるアルゴリズム注文。国に便乗してこう。はじめに僕の親世代以上の人がなぜ貯金が一番って洗脳されていたのでしょうか。バブル世代の人が言っていた貯金が一番っていうのはどうやら本当の時代があって驚愕しています。本当驚きますね。銀行の金利が今の2000倍。その銀行が高いんじゃなくて、みんな平均して 6.3% の金利だから、それ以上の 7%、8% の金利があったらしいです。それは投資しなくても勝手に資産増えてきますよね。貯金をするとお金が増える。イコール安全資産という認識が子供や孫に引き継がれた結果が大半の人間が投資を敬遠してるっていう原因でしょうね。しかし、時間は残酷で、老後資金2000万円貯金できたっていう人がいても、20年後には1100万円、つまり 50% の半分に減少する正常なインフレーションの環境に戻りました。通帳の数字は変わらないし、銀行の定期預金は原価が保証されていると言いますけど、原価とは単なる数字の固定であって、物価には反映されないよって国から言われている世界の常識です。物価の値上がりが確認できることからお金の価値が下がっているっていうことが明らかにわかります。ニュースでは株価の高騰と騒ぐだけで、その対策の話が机上の空論で終わり、みんなの時間をただいたずらに奪っている状態。僕のパパとかママには、お金に困ることには絶対なってほしくないと投資を進めました。これが資本世界の正体。お金の価値が下がるように仕込まれている。労働者の賃金の値上げも年金受給の値上げも値段を上げたから和解したっていうことをニュースで洗脳しているけど、実際には賃金の値上げ以上にお金の価値が下がっているインフレーションっていうのが政治家によって仕組まれていて、最低賃金の労働者はさらに厳しいお金という数字で奴隷のようになる未来が大学生の時に分かったんです。貯金第一っていう親に投資を進めるためには、僕がね、株で実演する必要があったので働きながら勉強しました。そうするうちに分かってきて、株で儲けるっていうことは至極当然のことだったんですよね。だってお金の価値を下げているっていうんだから、株の評価額の数字が上がるっていうのはね、当然のことだったんですよね。それでは早速親に教えたい儲かる銘柄を紹介していきます。絶対に負けてほしくない保有する銘柄候補を一緒に分析していきましょう。証券番号 7296FCC。 選んだ理由、乗るしかないこのビッグウェーブに。株価が上がっているというよりはお金の価値が下がっているから株価の評価額が変化しているっていう状態じゃないかな。月足チャートで昔の物価基準を踏まえると4000円までの評価額になると予想されています。この銘柄 FCC は半年以上前から上昇のトレンドで、僕たちがこの銘柄を購入した瞬間に下落するっていう確率は低いですよね。では安全バーの確認のためリスクの期待値と分析をしていきましょう。この銘柄は配当以外にも優待が9月に控えているので魅力的な銘柄です。配当金、優待総合利回り、特急は金なり。配当利回りは 3% で、優待利回りを含めた総利回りが 4.38%。これは十分な魅力的な銘柄ですよね。しかも年間2回の優待品が株主優待を飽きさせません。青森県産特産品2500円相当みかん箱で届くこともあるようです。僕はみかんすごく好き。配当履歴安定性、気まぐりか記念配当の誤差ではないか、減配しないかという確認。売上とかそんなの関係ねえ。とにかく金をよこせ。配当金は過去10年間減配はなし。それに加えて加点ポイントは配当性志向 30% 以下ので余力があることが伺えます。株初心者の人に伺いますけど、株中堅者とか慣れてる人っていうのはこのグラフを見ただけで売上が上がってるなっていうのが分かってるんですよ。それは配当金が上昇しても配当成功が 30% 以下にとどまっているからです。はい、ここ次回のね、期末進んでるからノートにメモしておいてね。どんな会社か。強みはこの部品は懐かしいですね。トヨタ自動車のエンジニア時代を思い出します。この会社はバイクと車の動力伝達装置に使われるクラッチ専門の銘柄で、ホンダ技研が資本に入っていて、技術力は世界トップレベル、耐久力も絶対的な信用があるようです。日本では CVT が主流でクラッチが使われることはないんですけど、直線道路が多い海外では伝達効率に優れた燃費がいい油断変速が主流です。 CVT 機構で燃費が悪いっていうのは、駆動伝達が金属のベルトで滑らないようにきつめに締め付けてあるので、摩擦損失がとても大きくね、発熱もします。伝達効率は CVT が 70% で油断変速が 97% と油断の方が燃費とか耐久においても全てにおいて優れています。しかし CVT 変速の方が安くコンパクトにできるため、軽自動車のサイズ制限とかパワーには日本の道路の事情的には適していたんですよね。地方対戦相手がわかる株主構成。
特定株、不動株、筆頭株主に本田期限がいること以外は、普通の銘柄ですね。僕たちが売買できる不動株が 15.2% と普通、特定株 60% ぐらいで、直近の1年に報告された11月15日、大量株保有報告書でも、250万株程度は影響ないみたいですね。この報告書が提出された時にこの線を引っ張ってるんですけど、特に何も影響はないみたいですね。PR、PBR、ROE、教科書の指標でなく、正しく読むためには比較すること。PR15 って教科書で言うけど、正しい数字ではないんですよね。関連企業と比較して、証券番号7220、武蔵精密工業が 15.69 倍で、証券番号7278 XD が 18.8 倍と比較しても、これはかなり割安。PR は認知度にも比例して、FCC の公式チャンネルの YouTube を見ても、チャンネル登録数っていうのは644人なので、広報には力を入れていないようですね。時間軸で見ても結構面白くて、これ。株価は半年前の1月20日から上がり始めているのに、PR はほとんど変化なし。株価が上がったのに PER は変化しないっていう場合は、この数式のように分母である純利益が大きくなっているっていうことになります。つまり、まだまだ株価は反映されきっていない、これからの銘柄と、この指標上ではそうなってます。それを証明するように PBR もこの時代に結構 0.6 倍って安すぎますよね。まだニュースになっていない銘柄のようなので、ぜひ保有しておきたい。ROE が 5.6%。皆さんこれを悪いって思いますか？教科書しか勉強しない初心者にしては、この指標は資金効率が悪いって答えるですよね。でも指標は業界とか時間で比較されています。証券番号7220、武蔵精密工業は ROE が 2.1%。もう一個、証券番号 7278XD は ROE が 2.0%。FCC は自己資本 76% と3銘柄中最も高くて、資金効率 ROE の数字は不利なのに対していい数字を出している。かなり割安なんですよね。信用倍率、感情が事実の数字でわかる。個人投資家が購入している足跡がわかるんですよね。これを見ると十分上がったから下がるんじゃないかなってかけている個人投資家が多くて、結構僕的には初期かって思いますね。僕的には上がる方に投資するけど、チャート分析第2段階。以上を踏まえて方向性がわかる。出来高が増え始めたのは5月19日から1730円でエントリーしているのがわかります。直近で言うと9月15日に1946円で機関投資家同士がやり取りをした。いずれにしても平均移動線下回ると強烈な買いが毎回されている。直近は特に平均線に下がる前に上がってきている。フライングする投資家が増えているように見えます。PR が株価上昇しても変化していないことから、これから織り込まれる指標と出来高から判断ができるので、早速値段設定に行きましょう。年2回の株主優待も欲しいしね。次にお前は、俺がケリをつけてやる。ほい。俺がケリをつけてやる。よし来た。アルゴリズム注文。アルゴリズム設定、値段設定。攻めは徹底的に。上昇トレンド中のチャートなので大胆に今仕込みます。チャートだと いつ下がるか不安ですけど、指標と業績からまだ株価に反映しきっていない。むしろこれから上がるという数字になったので、いやこれはね、もう乗るしかない。このビッグウェーブに。こんな感じで1950円に差し値注文を入れました。この数字より20円くらい前後しても構いません。その代わりにアルゴリズムの数字っていうのは代入して計算し直してくださいね。損切り値段は1775円。これで機関投資家による揺さぶりでも約定をしないので、万が一の下降のトレンド入りしたんだったら、最小限のリスクでコントロールできます。配当金以上の 6% の利益。おそらく一瞬でいくとは思うんですけど、2067円に設定しておいて、これ以降は機械が自動で差し値注文を情報修正してくれます。最長30営業日なので、これ以降もずっと上がり続けるようだったら更新を忘れずに。このチャンネル初めてのアラーム設定の使い方なんですけど、なんと購入した1950円から上の2050円にアラームをセットします。なぜかそれは皆さん、2050円株価が上昇したとなると、僕たちの株の輸送が正しかったシナリオ通りになるので、2倍の資金投入をします。僕みたいに100株だったら200株に買い足し、資金効率をさらに2倍にします。で、そんな風にね、どこまでも攻める今回は。去年も利回り 32% でしたので、
今年も安全に増やしていきます。3年前会社を辞めた時、300万円。3年間で利回り 100% 以上を超えて600万円以上になりました。証券番号 7013IHI アルゴリズムをフル活用してハイリスク、ハイリターンをコントロールする。選んだきっかけ。それは2日で株価は 22% 下落した銘柄です。どうやら製造している航空エンジンにリコールが発生して整備費用が発生することから業績に対する不信感で下落したという建前で落ちています。投資家が心配していた下げが止まらないのではというその結果はすぐに下げ止まったというね、スピードと2ヶ月分の出来高から絶対にこうなることを確信していた。そういう機関投資家や有力投資家が買っているようです。配当金 3.1% と高くなって、万が一僕たちが買った瞬間からチャートが変動しなくたって時間でカバーすることができる。ミドルリスクとハイリターンの状態。さらにアルゴリズムの強みであるリスクをコントロールして指し値を自動で調整してくれることで優待どころじゃないリターンがあるのでピックアップしました。これからの解説でリターンの割にリスクが小さいことがわかります。これが攻めの投資。チャートでお得か今検討すべきか。2年間レンジ相場で3000円から4000円の間を周期的に移動しています。株価が下落した瞬間に何の迷いもなく5000万株が取引されて、その出来高がどれくらいすごいかっていうとグラフを見てわかると思うんですよ。出来高とは売った人と購入した人の合意なので、同時にそれは3185円でエントリーする機関投資家がいるということ。株価操作をするまでもなくその反発力は結構強そうです。配当金総合利回り、配当利益安定性金額が記念配当の誤差ではないか減配しないかどうかという確認。配当金は今回優先していません。このように不安定で売上が悪いから配当なくなったと思いきや2016年は配当成功 304% 出していたり、翌年の2017年は利益が去年より出ていても無配になったりとかよくわからない。とりあえず直近の2024年は増配の予定です。どんな会社か、強みは何か。飛行機のエンジン、大型ボイラーの会社とされていますが、宇宙産業、軍事防衛、資源エネルギーなど国の会社として振る舞っています。信用とかコネを考えると政治家との関係が結構強そう。株価の意図的な操作っていうのは証券取引法では違法とされていますが、法律より国家の方が上のようなものですよね。ガソリンに道路整備税とかで、その税金で2倍にして、その税金金額に消費税の二重課税が許されている。また、ギャンブルとか賭け事は法律上禁止、賭博は禁止ってされてますけど、国が運営する宝くじとか競馬、ボートレースっていうのは問題にならない。面白いね。結論、この会社の強みっていうのは株価の操作が計画的に行うことができるバックアップがありそうだな。僕たちがやることはとにかくこの勝ち組に便乗して株価を一緒に開けていこうということ。敵を増やすより仲間を増やすべきなので、相手の策に乗ってあげようじゃないか。指揮法、株主構成、特定株、不動株、時価総額、誰と戦うことになるかがわかる。株主構成で特徴的なのは市場には流通しない未公開株が多いっていうことですね。不動株と特定株を全部合わせても 44% が未公開株は絶対に買収されない堅牢な銘柄。一方で特定株を少なくして自由に都合よく売買ができるように誰でも取引できる不動株 20%。時価総額は480億円の不動株が 20% あることを考慮すると、機関投資家が買い漁ってもチャートはあまり影響を与えないという特性になります。業績 PER、PBR、ROE、これを知ると世界が変わって見える。株価収益率である PER は 9.63 で、直近1年間では最も割安。これを見てわかることは、利益の減少で PER が下がったんじゃなくて、株価のまだ起きていないことが織り込まれて、人間の期待が低下したとわかる。関連企業の PER を比較しても割安なのは明白。均衡率が10.1% はこれは自己資本比率 22.2% を考慮しては低いんだけど、業界ではこれ意外と高い方なんですよね。証券番号7011三菱重工業。時価総額は 2.6 兆円ある超巨大企業。それでも ROE は 7%。証券番号7012川崎重工業。自己資本比率が大体同じでも、会社の規模も似ているけど、ROE は 9.1%。やはり IHI の方が優秀です。業績に関しては、貿易とか航空産業なので、景気にはあまり左右されず、大口の受注で売り上げが決まるようです。なので、急に減ることもなく増えることもない。
信用倍率の変化、個人投資家が買っているのか足跡がわかる。これを見ると個人投資家も確信を持って大量に購入しているっていう投資家が多いですね。ごく一部はこれから下がると売ってしまった人間もいるようです。でもみんな投資家、雰囲気で上級投資家は分かっているんでしょうね。チャート分析は今回はこうやって十分やったので、いきなりアルゴリズムの注文解説に行きます。風のように素早く動いて、林のように静かにとどまり、火のように激しく攻撃して、山のように落ち着いて構えること。風林火山、戦国武将の教えは今も変わりません。確か前回解説したことがあります。概要欄にも株の投資以外にも YouTube チャンネル戦国時代で勝ち抜きたいっていう人がいる人はね、合ってると思います。この動画。次にお前は、君を始末させてもらおう。という。君を始末させてもらう。注文価格設定、アルゴリズム、公開、指値、損切りライン、監視開始値段、利益確定の下落幅、パーセント設定。機関投資家とかが3185円で約定しているので、ここを起点として株価が反転して従来のレンジ相場か、それ以上になることが予想されています。この値段より安く買ってもいいんですけど、3185円以下で約定するっていう保証がないので、高くてもいいので買っておきたいところ。3185円で購入できたらリスクを限定する作業に入ります。株価 91% に下落した2898円で損切り。損切りができない人は安定して勝つことはできない。配当金以上のカピタルゲイン 6% 以上に達成したら、指値自動修正でいわゆるトレーディングアタックっていうのを開始します。3376円。この時点で価値が確定している。4000年前、中国の兵法書にこんな言葉があります。勝利とは戦う前にすでに決定されている。最高値を更新して 3.5% を下落した118円下落したら確実な利益のため早めに離脱します。ここで無理して食いついていくと利益をどんどん減らす場面が多いからです。欲に目をくらませないように値段設定は絶対に守ること。この再生リストが銘柄スナイパーっていうのは絶対にブレない志。建前だけじゃなくて息を止めて集中する意味で名付けました。これは僕が家族に教えている内容であって、未来の株価がどうなるかは、それはみんなわからないんですよね。一方で指標と業績と指揮法を分析すれば、チャートの精度っていうのが格段に向上しました。これ外れてもいいんです。数字の根拠から仮説を立てて、確信を持って投資を行うことがずっと勝ち続ける投資家だから。ギャンブルの一か八かではなく、勝率が高い勝負にしかエントリーしない。僕たちの勝率が高い勝負にしかエントリーしない。また、チャートを見てエントリーするタイミングでも結果が変わってくる。負けてもいい戦場に挑んで、殺意を持って真剣に投資に向き合う。結局は、株っていうのは売りと買いの交渉で成り立つ勝負です。トランプのゲームで誰かがジョーカーを持ってるか、どのカードを持ってるか、いつ出すかとか、そういう感覚と同じ。ただ、殺意を持って真剣に向き合う、その一瞬、その時だけは。そういえばチャンネル、投資のすすめ、僕のチャンネルが動画投稿する時にはおそらくね、登録者1万人を突破していると思うので、1万人記念ライブを企画しています。YouTuber としての広告収入があって、メンバーシップの仲間も200人近く登録してくださって、そういう成長スピードっていうのは予想外だったんですけど、でもこうなることはね、信じていました。家族とか世間からね、相手にされなくても、僕の方が考えて悩んだ時間っていうのは多い。相手が自分より知識と経験に劣る人間からのね、自己満足のアドバイスなんて全く信じませんでした。現在では証券会社でも営業本部長から名刺をいただいて VTuber 企画とかそういう話もいただきました。世間から見ても僕は、この子はこれから伸びるというかもうすでに伸びてるからもう声かけようっていう状態なんですよね。活動報告は株とは少し離れた YouTube チャンネル運営とか投資全般の試みを話をしているので YouTube アルゴリズムを考慮するとテーマがずれてしまうんですよね。だからメンバーシップ限定で公開しています。また一瞬だけ一般公開することもあります。今日もビジネスとお金について考える投資のすすめ YouTube チャンネルです。当チャンネルはパパに株のチャンネルを教えて家賃を免除してもらうチャンネルです。みんなもお金を増やす感覚を作んで大切な投資をするために強くなっていきましょう。それでは皆さんあちこちことも全力で楽しんでください。本日はありがとうございました。次回の動画でまたお見かけします。それではごきげんよう。勝った死ねー。